イラン戦争の本題は核だけではありません。石油ルート、重要鉱物、そして戦後のルールを誰が書くか、その3つが一気に動いたから、停戦並みへも世界経済が落ち着かないんです。まず現状です。今回の対イラン攻撃は2月28日に始まり、アメリカ軍はエピック、フユーリー、イスラエル軍はローリング、ライオンと呼びました。4月8日には2週間の停戦合意が出ましたが、その直前まで最高指導者ハーメネイ師の死亡、空爆、特殊作戦が連続し、地域の緊張は一気に跳ね上がりました。しかも停戦イコール正常化ではありません。ホルムズ海峡は一時的に事実上止まり、4月17日になってようやく再開が伝えられました。わずかな遮断でも世界の原油、保険、物流コストが反応するから、この戦争は停戦後も経済戦として続いているんです。表向きの理由は一貫しています。イランの核開発が最終段階に近づき、イスラエルと地域全体への差し迫った脅威になった。だから今のうちに叩く、という説明です。ここまでは公式のロジックとして理解できます。でも多くの人が核だけでこのタイミングと規模を説明できるのかと感じています。なぜなら今回動いたのは核施設だけではなく、海運、支援、選挙、同盟の再編まで含むからです。ここから先が裏の政治として一気に面白くなる部分です。一番地に足がついた読み筋はホルムズ海峡です。ここが揺れるだけで原油を運ぶ船、化学原料、保険料、為替まで連動する。つまりミサイルの着弾地点より海峡の通行確率の方が世界経済には重いんです。この衝撃は日本にも直結します。原油が買うだけではなく、ナフサの調達が詰まると科学、実施、物流まで連鎖するからです。だから今回のイラン戦争は、中東の軍事ニュースではなく、6月のカケット工場の話でもあるわけです。ここでよく出るのが、ペトロダラー防衛説です。イランが中国やロシアと組み、ドル以外の決済や資源取引を広げようとしたから最後の一撃が入った、という見方です。ただしこれは、今の段階では強い解釈であって、公式資料で直接証明された動機ではありません。ただ、より地に足がついた形で見るなら、アメリカのエネルギー優位は確かに追い風を受けます。中東の供給が不安定になるほど、シェールオイルとガスを持つアメリカの存在感は増す。これは陰謀論ではなく、価格と供給の構造から自然に出てくる話です。そこへ重なるのが、バンス副大統領の重要鉱物トレードブロック構想です。2月の段階で、中国抜きの重要鉱物サプライチェーンを同盟国で固めると打ち出したイランを叩くこと自体が目的というより、その後に組み替える資源地図の方が本命に見えるわけです。だから今回の戦争はイラン単独ではなく、中国とロシアへのメッセージとして読む方がしっくりきます。中国にはエネルギーと鉱物の供給不安を突きつけ、ロシアには支援ネットワークの脆さを見せつけるユーラシア側の結び目を戦争で揺らしたのも言えるんです。もう一つの軸はレジームチェンジです。アメリカのタカ派にとってイラン革命以後のイスラム共和国体制は長年の宿題でした。今回の攻撃で核だけではなく、政権そのものの持久力を削ろうとしたと見るのは歴史的にはかなり自然です。その狙いが一番わかりやすく出るのがイラン本土より周辺です。ヒズボラやフシ派のような反米反イスラエルのハブが弱れば、中東全体の勢力図は一気に変わる。つまり本丸はテヘランよりネットワークの切断かもしれないんです。しかもハーメネイ師の不在は単なる象徴の空白ではありません。革命防衛隊の強硬派と経済崩壊を恐れる実務派の力関係が揺れると、対外行動も読みづらくなる。外から見ると一枚岩に見えるイランが今は最も不安定な状態に入っている可能性があります。アメリカ国内政治も外せません。トランプ政権にとって有事の指導者像は中間選挙を睨んだ強い演出になります。これを直接の開戦理由と断定はできなくても、戦争が支持率、応援予算、エネルギー業界にとって使いやすいイベントなのは間違いありません。利益を得る主体で見ると話はさらに分かりやすいです。原油が上がれば米エネルギーは追い風、防衛緊張が続けば軍事は追い風、重要鉱物の再編が進めば新しい採掘と加工の利権が生まれる。誰が売ったかだけでなく、誰が長く得をするかを見ると、この戦争の輪郭が出てきます。ここで大事なのは、見えている利得とまだ証明できない占いと混同しないことです。エネルギー優位や鉱物同盟が追い風になるのは構造として見える。でも最初からそのためだけに戦争を設定したのではまだ言い切れません。そしてこの話は日本に入った瞬間に急に生々しくなります。中東が揺れると燃料調達、化学原料、半導体や防衛にいる鉱物まで一つの線でつながるからです。つまり日本にとっての本題は外交論評より経済安全保障そのものなんです。その象徴がナフサです。ロイター圏の報道でも日本のナフサ依存企業が6月に向けて供給懸念を強めていると伝えられました。化学産業は在庫だけでは回しきれないので、もしここが詰まると工場と物流の両方に遅れてきてきます。高市政権は備蓄があるから慌てる段階ではないと押し返しています。確かに政府にはクッションがあります。ただ民間の現場は価格、輸送、原料の到着時期まで見ているので、政府の余裕発言と企業の緊張感がずれるのがこの手の危機の怖いところです。ここで一気
的に意味を持つのが南とイシナです。4月の報道では、日本が深海レアアスドロから試験的に回収を始める段階に入ったと伝えられました。危機が深まるほど、脱中国と資源自立を前に出しやすくなるので、ここは経済安全保障と利権が重なる象徴になります。しかも3月には日米の重要鉱物アクションプランが公表されています。つまり日本のレアアースや資源確保は国内政策ではなく、アメリカ主導の再編とすでに接続されているイラン戦争がその流れを一段早めたと見るのはかなり自然です。さらに4月15日の AZEP プラスの場で、高市首相はエネルギーレジリエンスを前面に出しました。中東依存を減らしつつ、日本主導のクリーンエネルギー供給網を広げる、戦争のショックを利用して新しい利権の入り口を正当化する動きにも見えます。つまり日本にとって今回の戦争は単なる被害ではありません。ナフサ不足で苦しむ側でありながら、レアアース、重要鉱物、クリーンエネルギーでは新しい主導権を取りに行く側でもある被害者とプレイヤーを同時にやっているのが今の高市政権です。では中国とロシアは明け荷なのかというと、そうでもありません。イランの混乱が長引くほど、現地のインフラ、物流、資源権益に別の形で入り込む余地が出てくる。ここはまだ見えにくいですが、戦後の取り分争いが静かに始まる局面だと見た方が自然です。ここまでを見ると短期的な勝ち筋はかなり見えてきます。アメリカのエネルギー、日米の重要鉱物陣営、そして防衛とインフラの大型予算を取れる側です。逆に生活者や製造業は戦場から遠くても確実にコストを払わされます。ただし勝者が確定したわけではありません。停戦が崩ればホルムズは再び止まり、イラン内部の空白が暴発すれば、むしろ統制不能な局面に入る。勝ち筋は見えていても、着地はまだ見えていない。それが4月時点の怖さです。最後に線を引きます。確認できるのは、戦争が石油、海運、重要鉱物、日本の経済安全保障を同時に揺らしたことです。強い推測として成り立つのは、エネルギー優位や資源同盟を加速する戦争だったという読みです。まだ未確認なのは、ペトロダラー防衛が唯一の開戦理由だったと断定することです。この先の注目点は3つです。ホルムズが本当に安定運用へ戻るのか、日本のナフと鉱物政策がどこまで前倒しされるのか、そして日米の資源同盟が中国依存の代替としてどこまで具体化するのか、ここを見ると、この戦争の本当の勝者が見えてきます。結局、この戦争はミサイルの本数より、戦後に誰が供給網とルールを握るかの争いとして見た方が分かりやすいです。あなたは今回の勝者を、軍事、エネルギー、資源、日本政府のどこに見るでしょうか。コメントで視点を聞かせてください。